富山県の素敵な街並みを走る万葉線、その光景をまな板の上に N ゲージのジオラマとして様々にアレンジしながら再現しました。皆様こんにちは。地理学出身ジオラマ制作担当のアトリエモレジです。今回は富山県の万葉線をモチーフにしながらも河岸段丘、都市河川、暗渠や調整池だけでなくマンホールの断面や地層など普段は見えないところも制作したり、様々な要素を再現した作品をご紹介してまいります。7年がかりで制作した作品になりまして、2022年 TMS レイアウトコンペで賞をいただいた作品になります。鉄道模型趣味2023年8月号に掲載していただきました。個人的にも相当の熱量を注いだ作品になりまして、以前も動画化したんですけど、今回は制作編を加えてさらに音声解説にして全く別な動画として皆様にお届けします。熱量がとってもこもってますので、完成だけでいいよっていう場合にはチャプターの完成編や夜景編をご覧ください。いや、ところで河岸段丘ってなんだっけとか、完成見て調整池ってどう作ったのとか、街で見かける鉄板の川岸ってどうやって作ったのとか、水門どうやって作ってるのとか、ジオコレの建物どうやって改造したのなどなど、やっぱり気になるっていう場合には細かくチャプター分けしましたので、チャプターをご活用ください。実は最初は万葉線のイメージがあんまりなくって、制作の段階でだんだんと万葉線がテーマに加わってくるんですけど、その進化の状況は最後まで通してご覧いただきご確認ください。なお2015年に制作を開始してますので、画像データが少なく画質もあれなんで、どうかご了承ください。何がきっかけで何が起こるかって本当わかんないですよね。たまたま買い物に行った IKEA で偶然まな板くんと目がバチッと合っちゃいまして、ちょっとここにジオラマ作ったら面白いんじゃないかななんて思っちゃって、最初はそんな軽いノリだったんです。当時の画像がないのでまな板の画像は参考画像となります。使ったまな板のサイズは幅が 450mm、 奥行きが 350mm になります。このサイズって大体ですね、マイクロエースの車両セットを2セット横に並べたサイズと同じぐらいでして、その上にスタイロフォームを乗せていくんで、実際のレイアウトのサイズは、このマイクロエースの車両セット2つよりも一回り小さくなって、幅が 395mm、 奥行きが 290mm ぐらいになっています。サイズ的にもとってもコンパクトなので、当初はビートレのレイアウトを作ろうかななんてイメージしていました。次にテーマの選定です。2015年の当時は江ノ電のレイアウトを作ってまして、その練習を兼ねて併用軌道を再現することにしました。サイズもサイズですから、プランは単純なエンドレスにしちゃって、併用軌道はいずれかのコーナーに配置しようと、とりあえずエンドレスの真ん中に商店街を置いてみましたというのがこの画像になります。でもこれだとコーナーっていうよりは手前に併用軌道を持ってきた方がいいかもしれませんし、真ん中だけで一体感が出るのもちょっとあれなんで、江ノ電みたいに街を縫うような、そしてそこを電車が走るっていうようにしたかったんで、この案は見送りました。地形にメリハリをつけていきたかったので、河岸段丘を再現していこうと考えを変えまして、立体感を確認するために、2mm 厚のスタイロフォームの上に線路を置いてみました。ここでいきなり河岸段丘が出るあたり治療太ですよね。ここでご存知の方も多いかもしれませんが、簡単に河岸段丘のおさらいをします。河岸段丘は河川による侵食地形で、平らな面を段丘面、急斜面になっている部分、これを段丘街と言います。河川の両岸で均一に発達していないことも多くって、宮城県仙台市の中心市街地ですとか、群馬県沼田市、山梨県の上野原市など各地で見られる地形になっていまして、段丘面の地下水位が高いのも特徴の一つです。ということは段丘街を水源とする水流もあり得るっていうことですよね。私河岸段丘が大好きなんで、学生時代を含めてこの3種は実際に訪問したりしています。この段丘面と段丘街、そして水流をジオラマに再現します。楽しみです。河岸段丘を再現するんでしたら高低差をもう少し加えたいので、スタイロフォームをもう1枚追加して、奥には築堤を作ってみようかななんて考えてたんですけど、せっかちなんでもう早速手が動いちゃって、スタイロフォームをカットしてしまいました。まだテーマ決まってないんですけどね。ジオラマで再現したい情景をさらに練っていきます。何が何でも再現したいポイントの一つが甲矢板護岸の都市河川です。これすっごい面白くないですか？
そして新興住宅地の調整池、これもぜひとも模型化したかったんです。ジオラマに調整池があったら楽しくないですか？ってなるとスプロールの行き止まりの住宅街も再現したくなりますよね。我ながらチリオタだななんて思いながら、あとですね、学生時代に暗渠の自由研究をしてたんですよ。私暗渠はもう確実に再現したいと思ってます。あとは作りながら色々とひらめくと思いますので、工作を始めることにします。お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、実はこの段階では万葉線のイメージはほとんどなかったんです。万葉線に化けていく過程をこの先の制作編でお楽しみください。ここからは制作の状況をお届けします。ちょっと面白い工作だなと思ったものは、現地調査、制作編、完成編までさらに細かくチャプター分けしました。皆様が動画を見やすいように時系列優先ではなくてカテゴリー優先で制作から完成までご案内いたしますので、時系列がかなり前後しますのでご了承ください。画像内でこの画像何とかさっき見たよとかあるのでご了承ください。特にですね、近年の制作は SNS に投稿してたんですけど、ご経験の方もいらっしゃるかもしれないんですが、データなくなっちゃってもう後半画像がないんですよ。で、出来上がりが近づけば近づくほどいきなり完成とか完成編しかないなんていうご案内になります。それでは調整池の工作をお届けします。工作を始めるにあたりまして結構な数の調整池を調べました。調整池の排水の施設をオリフィスということを学んだのも実はこの時でした。まずはそのオリフィスを調べていきます。オリフィスも様々に種類があるようで、こちらの調整池みたいにタワー状になっているものもありましたし、この調整池のように調整池の深さの半分よりも低い高さのオリフィスもありました。またこの調整池のオリフィスは U 字工をひっくり返したような、いや違うのは分かってるんですけど、そんなイメージのオリフィスもありました。オリフィスを上から覗いてみました。なかなか上から覗けるとこってありませんでした。調べていて気づいたんですけど、普段は水が溜まってない調整池が意外と多いみたいです。この調整池ではそこに一段くぼみがありました。こういうのを模型で再現すると面白そうですよね。この調整池はレイアウトが完成してから調査したんですけど、そこがコンクリートではないものもあるみたいです。近年の調整池だからでしょうか。こちらの調整池何でしょうかね、郊外のニュータウンのものなんですが、これ地下に貯水槽かなんかあるんでしょうか。地下に貯水するのかと思いきや地上にオリフィスがありました。このグラウンドのような部分に増水の時だけ水が溜まるのかもしれません。ちょっとわかんないですけどね、でもすっごい面白かったです。一方でこのように常に水が張っている調整池もありましたけど、そんなに多くはありませんでした。もう一つ調査をしたのがフェンスの形態です。フェンスは色、形態、有刺鉄線の有無、有刺鉄線があるときはその向きを調べました。調査をする前はこの画像みたいにフェンス上部の有刺鉄線はフェンスから道路側に傾いていてネズミ返しのようになっているっていう印象を勝手に強く持っていました。ところがですね、実際に調べてみると住宅街の中にある調整池ではこのように有刺鉄線が調整池側に傾いて設置されていたり、この調整池みたいに有刺鉄線の部分がまっすぐ立ち上がっているもの、このように有刺鉄線がそもそもないものもありました。ちなみにフェンスの色は緑が一番多くて、一部ではこのフェンスみたいに白だかグレーだか分かんないような感じの色。そして近年のものではこのように茶色いフェンスも見られました。点検用の扉も自動車が通行できる大型のものもあれば、これ実は全部この先にこのタイプのものってほとんど先に道路が続いてます。人が入れる程度のサイズのものもあったり、この人が入れるサイズのものは大きな調整池でも大きい扉プラスこの小さい扉みたいなものもありました。セットになってるっていうのもありましたね。これらの調査を踏まえて様々な調整池の要素をミックスして模型化をしてみようと思っています。それでは調整池の製作を始めます。まずは池の底の部材を切り出してくぼみを設ける場所に印をつけました。
穴を開けたら角棒を接着してくぼみの底のプラ板を接着しました。ですね、実はこの頃まだ私プラ板の工作にアレルギー反応に近いぐらい慣れてなくって、確かこの作業を切り抜くだけでも何日かかけてて、ありえないですよねもうありえないことが起きてたんですよ。さらにプラ板を底につけるなんてまた何日かかけてて、相当日数かけた記憶があります。底ができたら壁面を作って四角く組み上げました。オリフィスは 1mm のプラ板を切り出したものを2枚重ね合わせて壁を作りまして、それらしく組みました。高架下の風景や下新名駅ジオラマで有名なモデラーな畑さんから、調整液のサイズをもうちょっと小さくした方がいいんじゃない、よりいい感じになるんじゃないってご助言いただきましたんで、サイズを切り詰めてみました。畑さんありがとうございます。ご助言感謝です。畑さんの作品の紹介動画は概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひ皆さんご覧になってみてください。控えめに言って鼻血が出るぐらいすごい作品です。当初のサイズよりもだいたい 40% ぐらいサイズを詰めて、だいたい住宅一区画程度のサイズに縮小しました。これならありそうですよね。池の底のくぼみのバランスが今度悪くなっちゃったんで、次はこのくぼみを埋めます。記憶がおぼろげで画像を見ながら考えてたんですけど、多分なんですけど角棒を添えることでくぼみを小さくしたんだと思います。そして調整液へ流入する排水管をプラパイプで作りました。これも多分でごめんなさいなんですが、もう10年前ですからはっきり覚えてないんですが、確か綿棒の芯を使ったような記憶があります。水の入り口だけでなく水の出口も作って塗装をしまして、オリフィスのコンクリートも同様に塗装をしました。コンクリートの塗装はサーフェーサーと黒の缶スプレー、白の缶スプレーを使ってまぶし塗装で再現しています。次にコバル製品、今ではサカツギャラリーさんで発売しているマンホールと側溝の蓋の中のこのグレーチングの部分の部品を3枚使用して、この画像のように組み立てました。オリフィスの中にゴミが入らないようにするやつです。水はここから入ってきて、そしてオリフィスから排水されるようになります。こういうのすっごく楽しいです。オリフィスの上に柵を設置しました。これ確か何かの余りの部品をカットしたんだと思います。オリフィスができましたので汚し塗装をしました。池の底の泥とか落ち葉のようなものが再現できればいいなとカラーパウダーを巻いてみたんですけど、なんかちょっといまいちなんでこれはやめました。フェンスを作るためにプラストラクト製の L 型鋼を用意します。その L 型鋼を柱材と梁材等を再現するためにカットします。切り出した L 型鋼を四角く組んで金属メッシュを接着しました。次にプラストラクト製の三角棒を接着して中の部分の柱材にしました。出来上がったフェンスを調整池に仮配置して確認します。でもやっぱりこれ上に有刺鉄線欲しいですよね。なのでこのフェンスもったいないんですけど作り直すことにしました。柱の部分の部材を長く作りまして、上側の部分を調整池の側に曲げました。 L 型にフェンスを組んでいきます。フェンスの網は一部わざと穴を開けました。これ先ほどご紹介した畑さんのアイデアをいただいたものです。真鍮線で有刺鉄線を再現して、一部有刺鉄線が外れて垂れている状態というのをイメージしました。フェンスと同様に点検用の扉を製作して扉の金具も再現してみました。すっごい楽しかったです。フェンスを四角く組み立てました。ちょっと盛り上がっちゃって点検扉を撮影してるんですけど、実はこれですね、ジオラマが完成したら崖の影になっちゃってほとんど見えなくなりました。ダークグレーに塗装して汚し塗装したんですけど、これ汚くないですか？なのでこれやめて緑に塗り直しました。こっちの方がなんだかしっくりきましたので、これで工作を進めることにします。水の入り口の方には点検扉を再現します。本来は手掛けだと思うんですけど、再現方法が思いつかなくて、はしごを塗装して代用したいって考えたんですけど、やっぱりこれイメージと違うので、手掛けをなんとか再現したいと思います。何日か経ったんだと思うんですけどね、時が経ってトミックス製の機関車の手すりを使ってみようと思い立ちまして、この手掛けを再現してみました。これだといい感じですよね。あと排水口から垂れる汚れも再現しました。以上で調整池の完成です。フェンスは壊れないようにジオラマの全体が整ってから接着しますって、実はその保管中に壊しちゃったんですけど、それを置いといて、ここからは完成した調整池をご案内いたします。
スプロールの住宅街の奥にある一区画程度の小規模の調整池を模型化しました。調整池の再現に初めて挑戦した記念の作品です。魂込めて制作した点検扉は裏側だけが見えて、表の金具とかはやっぱり見えません。でも外れて垂れてる有刺鉄線とか、ぐにゃっと曲がってる有刺鉄線や点検扉の裏側のバッテンの筋交い、そしてこの点検用の手掛け、調整池の排水口が見えてくれるので、もうそれだけで OK です。もういいです。これでところどころでフェンスに穴が開いてたり、有刺鉄線が外れてぐにゃってなってたりするのを再現しました。こういうのって作ってて楽しかったです。調整池の周辺は関係者以外の立ち入りが禁止されているっていう設定で、ここに管理用の扉を設けて、その先には管理用道路が築堤下まで続いて、築堤の下はほとんど使用されないために雑草が生えているようにしました。その管理用道路からさらに枝分かれして、砂利道の管理道路が調整池沿いに設置されていて、調整池の点検扉まで続いています。ここも点検扉より先の住宅側は使用されないので、砂利道に草が生えているのを再現しました。この角度だとなんとか点検扉にある正面の金具がちょっと見えてくれます。よかったです。この調整池にもう一つの特徴が池底のくぼみです。現地調査で見かけたくぼみのある調整池をアレンジしてみました。このくぼみの汚れはぶっちゃけ棚からぼたもち的な感じでして、試行錯誤を重ねるうちにマジで調整液汚くなっちゃったんですよ。なので汚し塗装じゃなくって、これ本気の劣化だったりします。土地形状に合わせて台形にしましたが、無理に正方形や長方形にしなくてよかったなぁなんて思ってます。この調整池のオリフィスは現地調査で見かけたオリフィスをアレンジして再現しました。そしてこのオリフィスは上から覗き込むと、このようにオリフィスにゴミが入らないようにする、なんていうんですか、ネット柵みたいなやつを再現して、さらにオリフィス内には調整池の外の暗渠の排水管につながる配管を再現しました。こういうのって楽しくって調整池のある管理区域に入るために道路には大きな扉を設置しました。この扉は現地調査で見かけた点検用の道路が奥まで続いていたこの扉をアレンジして模型化したものになります。また普段はあまり点検もないんで、扉の前には無理やり押したり引いたりすれば動かせるような H 鋼に設置されたガードレールを設置しました。点検用道路の行き止まりには機械箱と、そこに電源を供給するための電線を設置しました。ここまで調整池のご案内でした。いかがでしたでしょうか。ここからはメインディッシュの一つ、都市河川を制作するにあたりまして取材した模様をご紹介してまいります。比較的近年って言いましても多分30年ぐらい前に作られたものだと思うんですが、こちら改修された河川になります。夕方のコンクリートの構造になっていました。今回私が一番模型化したかった護岸がこの甲矢板護岸の河川です。この護岸、私だけかもしれないんですけど、ザ・都市河川って感じしませんか？甲矢板護岸とコンクリート護岸の境目を見ました。こういうの面白いですよね。ここ模型化します。コンクリート護岸って言っても様々に種類があるみたいで、また橋の脇にあるのは水管橋ですよね。こちらは排水管がニョキッと出ています。また水路の両脇には点検用の通路みたいに空き地が細長く続いてました。今回はこのタイプのコンクリート護岸も製作してみようと思います。話変わっちゃうんですけど、水路部分に物干し台があるっていうのがすっごく生活感あっていいですよね。暗渠の合流がありましたので取材しています。暗渠の合流も今回模型化します。もうワクワクします。この時はまだ鉄道よりも水流が主役のジオラマになるなんてもう全く想像してませんでした。暗渠の合流はこの画像のように護岸を丸くくり抜いていて、水管が設置されているものもありました。このタイプの暗渠の合流を模型化しようと思います。あとこのように梁が設置されている河川もありました。梁はこのように鉄骨だったり、そしてこのようにコンクリートだったりします。今回はこのコンクリートの梁を模型化しようと思います。最後に甲矢板護岸の河川の水流の色を観察して終了です。これらの調査をもとに模型化を始めます。河川の予定地に合わせてプラ板を切り出しました。両脇にプラ棒を接着します。壁用に切り出したプラ板に多分プラストラクト製かエバグリーンだと思うんですけど、平板を接着していきます。
接着を終えたら茶色で塗装しました。これだけでも結構ワクワクするんですけど、下地塗装になります。こう焼いた護岸はサビサビですので、以前制作した上野駅のジオラマで使用して以来の久しぶりにウェーブ製のサビ天然を使用します。もしよろしければ上野駅のジオラマ動画もご覧いただけましたら嬉しいです。サビ天然を部材に塗布して乾燥させました。久々の使用で感覚が戻らなくって少しサビが少ない印象になりました。サビを追加するためにさらに上からサビ天然を塗りました。ちょっとサビ色がイメージしてたのと違いますよね。あとですね、厚塗りしすぎちゃってデコボコが埋まってきてます。いや、しょうがないんでヤスリがけしてサビ天然を塗り直しました。今ならこうするよなってありまして、今だったらもう最初の段階でサビ天然塗った一番最初の失敗の時にもうそこで直さないで調色した黒茶色とかを塗って色を落ち着かせてそれで仕上げるっていう風にしてたと思います。上に塗装した角棒を接着すればこう焼いた護岸が完成です。この後ですね、初版の事情が発生して作り直すんですけど、それはすぐ後にお話ししていきます。次にコンクリート護岸を作るために壁面を切り出します。10年前の私はプラ板を細く切り出す技術が全くなくって、この当時はプラストラクト製やエバグリーン製のプラ平板を使っていました。その平板を横に貼ります。護岸の上に来る角棒をあてがいながら今度は平板を縦に貼っていきます。まぶし塗装でコンクリート表現をして川底のパーツに接着します。護岸の上にまぶし塗装をした角棒を接着して汚し塗装すればコンクリート護岸の完成です。次に暗渠の合流部を作ります。壁面に穴を開けるために目印をつけます。カッターで丸くくり抜いてプラストラクト製の丸棒を接着します。隙間を瞬間接着剤で埋めました。乾燥したらヤスリがけをします。まぶし塗装でコンクリート表現をして護岸と接着をしました。汚し塗装をしたらグレインペイントアクアシリーズを何度も塗り重ねまして、水流がデロレロレロって川に流れ込む表現をしたら完成です。ですね、実はこの後初版の事情がありまして、このデロレロレロは完成時にまさかで水没することになります。これはこの先のチャプターをご覧いただいてこいつやりやがったって思ってください。いやー、結構ショックでしたね。都市河川のヘドロっぽさを再現したくって紙粘土を川底に塗ってみたんですけど、これやばくないですか？もう塗装する前からもうヤバめの空気感がプンプンするんですけど、当時の私まだまだ経験がなくって塗装すれば治ると思ってたんですよ。いやもうね、下地塗装したんですけどやっぱり当たり前だろっていう話なんですがダメでした。幸い紙粘土だったんで洗えば落ちるんで剥がして洗って水表現をするにあたって液漏れしないように両端にプラ板を接着しました。濁り水の表現は龍ヶ崎の丸状模型さんのお店のおばちゃんから光の三原則で再現するといいよってご助言をいただきましたので、いろいろと試しました。龍ヶ崎の丸状模型のお母様ありがとうございました。リアリスティックウォーターに塗料を混ぜて着色しようとしたんですが、使った塗料との相性が悪かったみたいで剥離しちゃって、今回は川底を塗装するというやり方にしました。リアリスティックウォーターがせり上がるのを少しでも抑えたくってリアリスティックウォーターを流した後で護岸を差し込むように接着してみたんですけど大失敗しちゃって、いやもうこうなると作り直しなんてもうしょうがないんで暗渠の合流部だけ再利用してそれ以外は作り直しました。なかなかうまくいかないのでそれならばとマスキングしてみまして、今度は素材変えて高栄銅製のモデリングウォーターを流してみました。いい感じですね。このように仕上がりました。この後工作を進めるにあたりましてパウダーなどが川に入って水面に付着したりしないように、マスキングをしておいたんですけど、それでも水面にパウダーが舞い込んでしまいまして、筆で払おうとしたらですね、水面がぐちゃぐちゃになっちゃって最終的にはこれもうどうしようもないじゃないですか。水面固定っていうか革をもうベースに固定しちゃってるのでもうこれダメだわって思いまして、しょうがないんで着色した波音カラーを買いましたんで、リアリスティックウォーターを着色して調色してその上から流し込むことでごまかしてます。ものすごく濃い革の色にすることで下見えなくしたような感じです。
なんとですね、まだあるんですよ。続くんですよ。いろいろと試行錯誤、革の色とか試行錯誤してですね、水位が上昇しちゃって、その結果暗渠の合流部のデロレロレゴはもうほとんど水没しちゃって、もうしょうがないですよね。仕方ないやって感じなん。もうね、これは割り切るしかないですよね。ここからは私が一番ワクワクする暗渠の現地調査をお届けします。今回は浄水や水路の暗渠を調べました。このようにコンクリートの蓋がされている暗渠は様々なところで目にすることができます。このポピュラーなタイプのものはぜひとも模型化したいと思ってます。携帯変えた時にかなりの数の暗渠画像を紛失してしまいましたので、一部快挙の画像も登場しますのでご了承ください。水路の合流点には水門があることもあり、手前にグレーチングが設置されているっていうこともありました。今回はこのように水門とグレーチング、これをアレンジして模型化しようと思います。これは暗渠の出口なんですが、出口の先に続く開渠の部分に蓋がされていて、暗渠化されている河川や水路も都市部ではよく見られます。今回はこんなイメージの水路に蓋をして蓋暗渠として再現してみます。このようなコンクリートの張りのある蓋暗渠ってワクワクしませんか？このように側溝薄いですねと水路を兼ねた暗渠もありました。さらに歩道になっていて、ところどころにグレーチングが設置されている場所もありました。ここはコンクリートの蓋ではなく、水路の上がコンクリートで舗装されていました。こちらは上水道の暗渠なのですが、水道管が埋設されているためコンクリートの蓋ではなく、空き地がフェンスで囲まれているだけでした。この空き地の暗渠面白いですよね。工夫して作ればにやりとできそうです。ここ模型化します。こちらも上水道の暗渠ですが、今度はアスファルト舗装されていました。ただ自動車は通行止めのようです。コンクリートの柱にメッシュが設置されていて、フェンスもいろいろあるんだなって思いました。先ほどとは別な道路ですが、ここも水道管が埋設されていました。この道路の境界のフェンス、柵ですかね。ちょっと皆さんこれ注目ですよ。コンクリートの柱に有刺鉄線が張ってあって、切れてダラって垂れてしまってます。こういうの模型化するしかないですよね。面白いですよね。やります。一見普通の道路ですが、この道路は大きな水道管が埋設されています。これ水管橋なんです。先ほどの水管橋がこれです。こういう露出した水管を模型化するのもすっごく楽しそうですよね。水力発電所の水管です。今回のレイアウトは高低差を考えると水力発電所ってちょっと難しいなって思ってます。こちらは上水道の水管で、斜面の区間だけ露出してて、それ以外は暗渠になっていました。これ面白いですよね。北は札幌、西は山口と様々な暗渠を見てきましたが、水路でこのような水管で斜面を克服するっていうのは見たことがありません。この画像みたいに上水道っていうのはあるんですけど、まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。水路で水管にする意味ないですもんね。でも模型ですし、何でもありだよなって思いまして、この水管もジオラマで再現します。それではここからは暗渠の工作をご紹介します。まずはいろいろなところで見られるコンクリートの蓋暗渠です。最初は開渠の先のこの場所に設置することも検討してたんですが、でもこの辺りの実際に水流を再現したところに蓋をしたりしたら面白くないですか？というわけで、水流のない部分には少しはみ出したんですが、蓋暗渠を再現してみました。音声解説ではないんですけれども、別動画で蓋暗渠の制作動画がございますので、よろしければそちらの動画もご参照ください。次に段丘街の下の湧水を水源とする消火栓の分流の暗渠、ちょうどこのブルーの線の水路なんですけど、住宅と住宅の間の小さな空き地を流れます。フェンスで覆われている姿を再現しようとフェンスを作ったんですけど、ちょっとこれごついですよね。このフェンスを使うのはやめまして、分流の左岸側は住宅との境界に白いフェンスを設置して、一方の右岸側はフェンスなしにしました。このように住宅の擁壁の脇に水路の用地があって、微妙な広さの通路のような空き地と暗渠を再現しています。これ開渠の都市河川の現地調査で見た状況を暗渠化した感じです。次に高低差を水管でクリアする水路の姿を再現します。現地調査でもお話ししましたが、河川などでこの水管を見たことないのですが、宅地開発の暗渠化に伴いまして、本来は小さな滝だったところに水管が設置されたっていうような設定にしました。ここのところが個人的な激アツポイントになってまして、暗渠が2段式になってるんです。こちらが滝の上側になる部分で、線路を暗渠まで越えていたのをさらに暗渠にしたっていう設定で、こ
のように線路の下を抜けた水流はここで一段下がります。そしてここは蓋暗渠となって水管で下に降りるという設定です。この水管はプラストラクト製のプラパイプを使用しました。この後塗装をして柵ですかね、フェンスを設置して完成させました。水管と蓋暗渠の間のこの空間はですね、水管が埋設されているという設定で空き地にしました。現段階で4種類の暗渠、露出した水管暗渠っていうかはほぼ NG に近くて怪しいんですけど、模型化しています。河川の線路よりも上流側は一時的に開渠にします。上流側から暗渠開渠暗渠開渠ってめっちゃ楽しくないですか？この開渠なんですけど、まずは仮称なんですが、都市部で見られる中央に U 字溝があるものを作りました。都市河川でヘドロのような色の下流とはちょっと色味を変えて透明度を高めてあげて、この U 字溝がうっすら透けて見えるなんてかっこよくないですか？あと周囲の工場や道路の排水を集めた側溝が河川に流入する姿も再現しました。水表現に不慣れなために透明度の設定間違えちゃって、もはやこうなっちゃうとやり直せないので、これで突っ走ります。先ほど上流部が暗渠から始まるっていうお話しましたが、その暗渠も暗渠内で暗渠と暗渠が合流する、ちょうどこんな感じで本流に分流が合流するイメージです。川崎区に住んでいた時に小田川の暗渠を探訪しまして、下流部で天日川っていう川と暗渠同士で合流する姿を見て、これは絶対に模型化したいって思ったんです。ジオラマが完成したら完全に地中に埋もれて見えなくなるだけじゃなくて、覗き込むこともできませんので完全に自己満足なんですけど、分流の暗渠管が本流と合流する姿を作りました。そしてその合流点の上空には点検蓋を設置して一人でニヤニヤしてました。本流部分はコンクリート舗装された暗渠を再現してまして、隣の道路とは高低差をつけることで水流らしさを再現しました。この後分流部分の舗装の違いっていうのを再現して暗渠が完成しました。このレイアウトには小さな水門を再現したいって考えてまして、小さな水門を調べに行きました。小さな水門って言ってもサイズも様々ありまして、人の背丈ぐらいのものもありました。しかもこのように2個連続してたりとか、いろいろ面白かったです。この水門はもともとは白かグレーの水門だったのかもしれないんですが、下地の赤が露出したんでしょうか、それともそもそも赤い水門だったんでしょうか。扉の形も少し違っていました。こちらも赤い水門ですが、先ほどとデザインサイズが違っていました。水門って思ったより奥深いです。サイズも大小様々で、同じサイズってほとんどなくて、このように蓋に切れ目があってそこに水門が立っている場合ですとか、グレーチングに切れ目があってそこに水門が立っている場合もありました。2つの方向に分水するっていう水門もありました。グレーチングに水門を設置することにすっごい魅力を感じてるんですけど、自分の技術力を考えまして、このように可愛らしい水門の手前にグレーチングを置いてあげて、そしてそれを調整池と川の間に設置して排水の途中のグレーチングみたいにしようと思います。なんだか楽しそうな感じしません？そしてそのグレーチングと川の間に水門作っちゃったりしたらめっちゃ楽しいですよね。ということで、ここからは水門を作ります。材料はプラストラクト製の L 型鋼を用意しました。カットした L 型鋼を櫓に組んで真ん中に丸棒を接着します。コキハンドルを接着しまして、さらに上に丸棒を接着します。塗装して汚して水門が完成です。レイアウトの製作が進んでからレイアウトに接着します。それではここからは完成した都市河川の水系のジオラマをご案内してまいります。暗渠、開渠、暗渠、開渠となる複雑な様子をお楽しみください。河川の本流は画像のマークしている場所を流れます。こちらが上流で、こちらが下流です。最上流では暗渠になっていて、暗渠のまま小規模な分流が合流します。そして工場敷地脇の道路の終端部あたりで開渠となって工場や道路の雨水と合流します。雨水を合流した河川は線路を暗渠で越えて、もともとは開渠で高低差を小さな滝で越えていたんですが、近年の宅地開発とともに暗渠化されました。暗渠になった河川は調整池からの排水と暗渠で合流して、そしてコンクリート護岸の開渠になります。そしてすぐに河岸段丘の段丘街の下の湧水を水源とする分流の暗渠と合流して、こう焼いた護岸になってレイアウトの外に流れていきます。
上流から下流に向けて水の流れに沿ってご案内しますので、皆さん水になったつもりで水の旅をお楽しみください。ジオラマの最上流側になる場所がこちらです。このエリアは河川は暗渠になっていて、水路の上はコンクリート舗装がされています。また周囲よりも一段低くなっているのがお分かりいただけますでしょうか。そして水路の敷地は柵で囲まれています。暗渠の下流側には点検蓋があって、ここは地下で分流の暗渠と暗渠同士が地下で合流しています。分流側は水管が埋設されているために、その部分だけ舗装が変わっているという姿を再現しました。地下ではこのように実際に水管が右手から合流する様子を模型化しています。でも人間は覗き込むことができないんです。こういうの楽しいですよね。暗渠は工場の脇の道路の終端部付近でこのように開渠になります。開渠になった河川は工場の敷地の側溝からの雨水を合流します。右岸側も同様に工場の側溝の雨水と道路の側溝の雨水をちなみに道路の側溝の方がこのように工場の側溝よりも高い位置に設置されてまして、雨の時には雨水が工場の側溝にボジャ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 って流れ落ちるようになります。合流した雨水なんですけど、工場の側溝と河川との間にはまだかなりの高低差があって、このマスで高低差を少し縮めてあげます。マスから出た雨水は今度は少しずつ緩やかに下りながら、これよく見ていただくと、手前が下り坂になってます。そして護岸の石垣の間に埋め込まれた U 字溝を下って河川に合流します。側溝の雨水を合流した河川は万葉線との交差で再び暗渠になります。柵の向こう側にも水流を再現していますのでご覧ください。ちなみに作業中にうっかりカラーパウダー入っちゃって、でもかえってそれがいい感じに落ち葉感っていうんですかね、それを出してくれています。また護岸には点検用のはしごを設置しました。線路を暗渠で越えた河川ですが、河岸段丘の下の新興住宅地が開発される前にはこのマークした場所は廃墟になっていました。そして当時はこの場所の高低差をこのように滝で越えていました。宅地開発に伴う造成工事と河川改修でこのように2段階の暗渠で高低差を越えるようになりましたとか考えるのすっごい楽しくって、制作編でももう盛り上がってお話ししましたけど、こうやって水管が露出するって河川で見たことないんですよ。発電用とか上水道の水管でしか見たことありませんけど、模型ですしね、楽しいんで作っちゃいました。水管はそのまま地中に埋設されて、この部分は水管のまま埋設されているっていう設定にして、現地調査で見た空き地のようで実は暗渠っていう光景を再現しました。あと同じく現地調査で見た萌え萌えの有刺鉄線が垂れ下がる柵をこのように模型化してます。こういうの再現するってもう作ってても楽しいし、完成してみても楽しいんですよ。この部分は二暗渠を再現しました。二暗渠はかなりポピュラーな暗渠形態だと個人的には思ってまして、現地調査でもご紹介したこんな感じの暗渠ですね。この二暗渠の区間では調整池からの排水の暗渠と合流します。水の流れはこんな感じです。調整池に溜まった水はオリフィスから排出されて道路のグレーチングの地下を通り、グレーチングこれちょっと透けて見えるんで見てください。見えますかね。グレーチングと河川の間にある水門を通って河川と合流します。調整池の排水と合流した河川は廃墟になりまして、コンクリートの護岸になります。この区間は都市河川のちょっと汚い感じを再現したかったので、バイクや自転車、空き缶などなどいろいろと水面から見えるように作りました。河川の流路が折れ曲がるこの場所で分流と合流します。分流は段丘街の下にあるこの場所の湧水を水源として暗渠の状態で住宅の間を流れて道路をくぐって河川に合流します。住宅の間を流れる暗渠の区間では現地調査で見てきたコンクリートの張りのある水路を暗渠化して、そして模型化しました。また一部のコンクリートの張りが破損して折れているという姿も再現しました。廃墟だった頃には道路と交差するところに橋が設置されていたので、暗渠化された今でも当時の橋の欄干が残っている姿を再現しました。そして壊れたグレーチングの部分では現在ではここで側溝の水が分流の暗渠と合流しています。そして暗渠だった分流は河川と合流します。分流と合流した河川は護岸をコンクリートからこう焼いた護岸に変えて
都市河川っぽくなってレイアウトの外に流れていきます。でこういうの楽しくないですか？もうこのレイアウトのスイール楽しくって制作当時に見てきたものや聞いてきたものをできる限り凝縮して模型で再現しました。もし皆様の中で暗渠に興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、概要欄に暗渠の達人の川崎の久保敦さん、実は京急のジオラマの時にいろいろとご助言いただいたり暗渠について教えていただいた方なんですけど、 X アカウント貼っとくんで暗渠情報楽しまれてください。ここからは河岸段丘を再現していきます。制作を進めながら土地利用の考察なども進めていきますのでお楽しみください。少し斜めに傾けてレールを配置して築堤区間を設けましたので、そこから手前に向けて河岸段丘を再現しようと思います。画面右上を山がちにして標高の高さをこちら側を高く設定してこちらを低くして整合性を持たせようと考えました。築堤の下に調整液を配置してその周囲は河川は暗渠になっていて、この辺りから海峡になってレイアウトの手前に流れていきます。川の流れはこのようになりますので、こちらが右岸になります。この右岸には行き止まりのスプロールの住宅を配置して低位段丘面とすることにしました。ここに一段段丘面を作って中位段丘面として、そしてこの一番上の面を上位段丘面とすることにしました。もうこれだけでニヤニヤしていた私は完全に地理オタクだと思います。一方で河川の左岸は場所も限られることから河岸段丘の段丘面は風化などで段丘面は現存していないという状況を再現しようと思います。こういう想像ってすっごい楽しいんです。調整池と河川の暗渠の予定地を切り出しました。段丘を乗せて側面から立体感を確認します。これ以上立体感が出たとしてもなんだかわざとらしくなりそうでしたので、この高低差で製作を進めます。当初は水門はグリーンマックス製品を使用することを検討していました。でもこのタイプの水門ってちょっと大きな河川と小河川の合流とかそんなイメージだったんで、今回は水門を自作することにしました。左岸の段丘外は急斜面なので何か地形を再現するとなると落石防止施工か雑木林でしょうかね。落石防止施工はジオラマ正面に見える築堤部分で再現したかったので、段丘外にはそれとは別に同じように落石防止施工してもちょっとうるさくないですか、ぐるっと回るって。なのでここはちょっと見た目のメリハリをつけたかったんで雑木林を再現します。まずはイメージをつかむために里山工房製の樹木を植えてみます。ところでコーナー部分なんですけど、ちょっとここでさらに地面が盛り上がるっていうことに感覚的に違和感があったんで、このコーナー部分を一旦フラットにしてみました。のっぺりですけどさっきよりマシですね。低位段丘面にある新興住宅ですが、造成工事で中位段丘面を一部削ったという設定で2軒の住宅のうち手前の住宅の部分を1段かさ上げしました。この中位段丘面を削ったっていう設定ですね。ちょっと河岸段丘の段丘面が分かるようにご案内します。上位段丘面がこちらで古くからの市街地の設定にします。この部分の線路は中位段丘面を盛り土したっていう設定にしました。この中位段丘面がこちらの高さのエリアで、線路の向こう側には宅地開発後も削られずに少しだけ中位段丘面が残っているっていう相当にマニアックな状態の地形を再現します。そしてこちらが宅地開発で削られた中位段丘面で、このように高さの差が出ているのがお分かりいただけますでしょうか。そして低位段丘面を塗りつぶしますね。このように特に右岸では顕著な河岸段丘を再現してみました。もうこれ考えながら作るの楽しくって、完成編ではもっと詳しくしっかりとご案内いたします。奥の築堤区間にはカッティングマシンを活用してコンクリート擁壁を作りました。ちなみに我が家のカッティングマシンくんはプライタのカットはできなくて筋目をつけるだけっていうマシンなんで、そこから手動でくり抜くという使い方になります。ところでですね、手前の中位段丘面なんですが、都市公園にするか雑木林にするかちょっと迷ってたんですけど、沼田市や上野原市のように上位段丘面と低位段丘面とを階段で結ぶつもりですので、公園にしようと思います。防犯を考えてみました。河川の上流側から下流側を撮影しました。左手の左岸側はこんな感じです。一方で右岸側は低位段丘面の2軒の住宅の間に段丘外の下部を水源とする小河川の暗渠を作ります。じゃ楽しみです。
橋脚や擁壁などの部材を接着してスタイロフォームの上に紙粘土を貼ってカラーパウダーを散布しました。編集していて気づいたんですけど、当時は地面の下地塗装をしてなかったみたいです。今なら黒のジェストで下地塗装をしてからパウダー散布をします。当時はその後に下地塗装をしたみたいです。造成時に少し残った中位段丘面はコンクリートで固められたという姿にしました。上位段丘面の段丘外は土留めを作りました。こちらの敷地は近年に建物が建てられたという設定で、石垣にこのように水抜きを再現しました。そしてこちらの敷地なんですけど、昔からの宅地っていう設定で、現在の建築基準法の基準を満たしていない玉石積みの石垣を再現してて、さらにダブルで基準を満たしてないっていうブロックの土留めを上に乗せました。このように穴の開いてる部分は地盤より上になるようになってて、実はこれ編集しててこのこと知りました。完全に忘れてたんですけど、当時の私かなり深いとこまで考えて作っていたみたいです。河岸段丘の工作は以上となります。いかがでしたでしょうか。今後も扇状地の伏流河川などちょっとコアな地形の再現に挑戦していきたいと思っています。それでは河岸段丘の完成した姿をジオラマの側面を見ながらご紹介してまいります。河岸段丘を形成した河川は現在ではこの位置を流れています。画面右手のこちら側は河川の左岸になりまして、上位段丘面になる工場敷地以外の段丘面は風化などでよくわからなくなってしまったという姿を再現していて、全体的に傾斜地形にしました。一方で河川の右岸にあたる画面の左側は上位段丘面に旧市街地が発達しているという山梨県上野原市や群馬県沼田市などのように設定しました。今あえてこの2種を挙げたんですけど、その理由はもう少し後に制作編ではお話したんですけど、またお話しいたします。もうこういう話ってワクワクしかありません。中位段丘面はこちらで都市公園になっています。実は線路の向こう側にも中位段丘面があって、宅地開発で中位段丘面が削られて一部だけが残ってるんです。ここ面白いので後でまたご紹介します。ちょっと画角を変えて全体を俯瞰しながら今のお話をざっとおさらいいたします。まずは河川の位置がこちらです。左岸のこちら側は横から見るとすごく分かりやすいんですが、このように段丘面が風化などで不明瞭になっています。一方で右岸は顕著な河岸段丘が発達していて、上位段丘面は旧市街地が広がって、中位段丘面には公園があって、一部線路の向こうにも中位段丘面があります。低位段丘面は新興住宅地が広がっています。中位段丘面について少しだけ補足させてください。低位段丘面が宅地開発される時に中位段丘面は造成時に削られました。こちらが現存する中位段丘面で、手前の建物の地盤は削られたので、このように少し低くなっています。でもそれでいて低位段丘面よりも地盤が高くなっているという姿を模型で再現しました。いや、こういうストーリーを考えながらジオラマを作るってすっごく楽しいです。中位段丘面を上空から見るとこんな感じです。色をつけた面が中位段丘面になります。この中位段丘面に盛り土をして線路を敷いたのがこの模型の万葉線です。そしてこの中位段丘面は宅地造成以前はここの湧水の水流があったので、このように水流で段丘面は分断されていました。宅地開発時にこの宅地の部分の中位段丘面は削られたので、現在中位段丘面はこの部分だけが残っています。そしてこの部分はもともと中位段丘面でしたが、宅地開発で削られて微高地になっているのが特徴です。そしてここは宅地開発でかなり削られて、もはや低位段丘面と同じ高さになっています。こうした高低差を地理的仮説を立てながら制作するのはただ楽しいだけじゃなくって、やっていて納得できるので充実感があります。線路の上流側でちょっとだけ残る中位段丘面です。ほんのちょっとだけ残ってますので見づらいかもしれませんが、この矢印で示したコンクリートの段々になっているところでジオラマが完成したらすっごく見づらくなっちゃったんですけど、線路の上流側にほんのわずかにある中位段丘面が現存する場所がこちらです。そしてここが造成時に中位段丘面が削られた微高地になります。そしてそこに建てられた住宅の駐車場はさらにこの地盤を削って低位段丘面の高さに駐車場があります。ち
ちょっとだけ残っている注意段丘面にはプランターが置かれてて、土地のですね所有が複雑みたいで、境界杭も4カ所あります。万葉線の敷地ではないみたいで、もしかしたら市の敷地かもしれません。ちょっと誰の土地かわからない、法務局に行かないとわからないような状況ですが、こちらの住宅にお住まいの人しか行けない敷地なんで、住民がはしごを買ってきて、そこにはしごをかけてお花を栽培しています。あと編集してて気づいたんですけど、過去の私は住宅の薄いマスも再現していたみたいです。今度は上空から河岸段丘を俯瞰します。河川の位置がこちらになりまして、上位段丘面がこちらになります。右岸では古くから市街地が発達し、左岸では近年まで雑木林だったのが都市化と工業化で工場になったという設定です。こういう設定を考えて作るのも楽しくって、特に注意段丘面については右岸ではあるのに左岸では風化などで不明瞭とか、もう楽しすぎです。そして低位段丘面がこのエリアで、調整池やその隣の住宅は注意段丘面を削った地形になります。また左岸は注意段丘面と同様に低位段丘面も不明瞭となっています。いやもう本当にジオラマにですね、河岸段丘を再現できたことが地理学出身の私としては満足、いやもう幸せでしかなりません。余談なんですけど、河川のですね右側の河岸段丘の段丘面がはっきりしない斜面は雑木林なんですけど、この樹木の一部にはこうしてつる植物を巻きつけました。これもう作っててもう楽しくってしょうがなかったです。山梨県上野原市や群馬県沼田市では、市街地のある上位段丘面と鉄道駅のある低位段丘面が階段で結ばれてまして、私もその階段を体験したんですけど、この階段をレイアウトでも再現しました。もっともこのレイアウトの場合は低位段丘面は新市街地で、上位段丘面に鉄道があるんですけど、ちっちゃいことは気にしないということで、雑木林に階段とかって治安悪そうじゃないですか。それで階段の途中になる注意段丘面は都市公園にしたんです。公園の入り口には銘板を設置しまして、入り口には自作のガードパイプを設置しました。土留めの石垣の上にはフェンスを設置して、遊具としてシーソーを置きました。そして学生さんたちのドラマも再現しています。階段の下には子どもたちが飛び出さないようにガードパイプを設置して、防犯の看板を設置しました。ここまで河岸段丘をご紹介しました。このレイアウトを制作するにあたって、一番最初にテーマとして決めたのが併用軌道を作るということでした。併用軌道にはトミックス製品を使用しました。江ノ電のレイアウトの練習用だったので、併用軌道は江ノ電のように黄色く塗装しました。この部分を道路にして併用軌道区間を作ります。このレイアウトって大都市の都市部ではなくって地方都市って感じだったんで、夫婦で富山に行った時にドラえもんトラムの鉄コレ購入してたんですよ。なので高岡っぽくしようって思いました。万葉線沿線に河岸段丘ないしとかありましたけど、制作を進めます。上位段丘面は建物2棟ぐらい設置できそうです。トミックス製の近郊住宅はまさに旧市街地のイメージ通りでしたので、この住宅と隣にもう1軒建物を設置するか、建て替えのための更地にするかって考えてました。トミックス製の近郊住宅はこのレイアウトにはちょっと大きかったので、タミヤ製のクラフトノコでカットして切り詰めることにしました。窓サッシもカットするんですけど、これですね、外す時に割れやすいんでご注意ください。何枚か割っちゃいました。サッシを塗装する時に遮光を兼ねて周囲も塗っています。外壁と屋根を塗装したら組み立てます。プラストラクト製の半円のプラ材と 1.5mm の角棒と 1mm の丸棒を使用して雨どいを作りました。ちなみに今ちょっと作り方違います。塗装して接着したら完成です。1階の障子は加藤製の機関庫の窓パーツを裏から白く塗って、そして接着をしています。ジオラマに建物を設置するときに建物周りには小物類をたくさん設置しましたので、完成編旧市街地でお楽しみください。今回のレイアウトは建物照明に挑戦します。四国な鉄道模型見沼鉄道さんからずっと前から照明化をお勧めいただいてて、重い腰を上げて挑戦してみました。見沼鉄道さんの YouTube リンクを概要に貼りましたので、皆様ご覧になられてみてください。広島のマツダスタジアムや大阪の通天閣のジオラマを制作されています。話を戻しまして、建物でも空き地でもどう転んでもいいように照明は2棟分用意しておきました。道路部分はプラ板で制作します。アスファルトはまぶし塗装で再現して、白線は塗装で再現しました。側溝はカッティングマシンで筋彫りしたものを塗装して設置しました。
また縁石も設置しました。縁石の製作方法はこちらの動画もご参照ください。走行する車両なんですけど、まだ当時は札幌に引っ越す前で札幌市電を持ってなかったので、この区間を走行するのは江ノ電か万葉線になりそうです。地方都市っぽい雰囲気なんで、万葉線の併用軌道区間を復習して吉久地区をアレンジして再現しようと思いました。そうと決まったら黄色い路面は似合わないので剥がします。吉久地区の県道は片側に縁石が設置されています。ジオラマではちょっとスカスカになりそうだったんで、両側に縁石を再現します。あと側溝の断面を U 字工を使って再現してみました。併用軌道部分をコンクリート色に塗装して空いている敷地を埋めて完成です。併用軌道区間が完成しました。この区間は万葉線の吉久付近をイメージしつつ様々にアレンジしました。現地では県道の東側のみに縁石が設置されているんですけど、模型では両側に縁石を設置しました。コーナー部分は宅地を想起させる壁を設置して賑やかすために壁には政党ポスターを貼って標識、電柱、街灯を設置しました。歩道部分は側溝を再現していて、自転車の荷物を整え直すんでしょうか、おじさんの人形を置きました。電柱には電線を張りましたので、太陽光で撮影すると電線の影が道路に映って結構これちょっとニヤッとできちゃうんですよね。電柱に電線を張ることで上空の情報量がかなり増えてくれました。ジオラマに説得力というか存在感が増してくれたように感じてます。線路には架線を張ってますが、併用軌道区間は電車の乗せ下ろしをするので、この区間は架線を張っていません。電車の走行に支障がないように自動車は取り外し式にしましたので、このように混雑する道路を再現することもできますし、撮影だけだったら混雑する自動車と電車との共演シーンを楽しむことも可能です。レイアウトの奥側の築堤区間の奥になる場所ですが、高低差出したかったのでこちら側も築堤にしてあります。能町付近で万葉線の脇に水田が広がってたような気がしまして、そこを再現しようと思います。100円ショップで購入したスチレンボードであぜ道を作って周囲には紙粘土を貼りました。乾燥したらカラーパウダーを散布して仕上げています。築堤の立体感、小さいレイアウトなんですけどいい感じに出せたんじゃないかと思ってます。でもちょっと冷静に考えたら、ここだけ見たら万葉線でも何でもなくてただのローカル線ですよね。ちょっと変えようかなって思って、ここに壁立てて工場っぽくしたら万葉線の六道寺とか東新港っぽくならないかなと思ったんですね。壁の高さは電車が見えるって低く感じるんで、電車が隠れるぐらいの高さにしたらいいかななんて、でも壁置いたらいいかもなんて思ったんですね。なので思い切って水田を農地転用します。スチレンボードを数枚重ねて線路より少し上になるように地盤をかさ上げしました。そしてプラ板で土留めを作って、その上にグリーンマックス製の併用カッターで傷をつけて塗装して汚したものを設置しました。なおこの壁の裏側の工場の建物との間には側溝も再現してるんですけど、完成後はあまり見えなくなっています。この先画像の関係で制作のご案内は以上で終了となります。当初は水田として制作していた場所なんですけど、農地転用して工場にしました。万葉線の六道寺付近もしくは東新港をイメージしながら駅を設置するスペースがないので、あくまでもイメージって感じにアレンジして仕上げています。手前が築堤区間ですので立体感が出せたんじゃないかと個人的には思ってまして、特にこのエリアは長生池の池底がこのレイアウトの最低地点で、工場のこの屋根の部分がですね建物で最高地点になりますので、かなり立体感が出ています。工場の建物はグリーンマックス製の工場を組み立てています。小さなレイアウトなんですけど、様々な見どころを作れたんじゃないかと考えています。工場地帯を走る万葉線をアレンジしながら、河岸段丘ってもともとないのでアレンジになりますし、だったら架空の鉄道にしようかなっていうことで富山地方鉄道万葉線っていう名前にしました。昔工場勤務してたんで、その時思い出しながら工場の外回り作ったんですけど、スタッフさんハンドリフトすぐ壊すんだよとか思い出しちゃいました。もっともハンドリフトは工場内で使うんで、外はフォークリフトだったんですけど、その辺はちょっと思い出をアレンジして再現しました。
廃材置き場の廃材はウォーキングで見た廃材置き場を参考にしながら、ジオラマ制作してる途中で出てくるカットした部材とかってこれ捨てるのもったいないじゃないですか。だったらこの本当の廃材を廃材の模型にちょっと昇華しようかなって思って、この廃材を廃材の模型にしました。もちろんですね、それ以外にも丸棒を使って支柱の廃材を作ったりとか、廃材の模型を作るってこともしています。ここでですね、正直に話します。ここに工場の建物を再現する気なかったんです。建物の工作が苦手なだけじゃなくって、かち割り状のこのなんていうんですか、ドルフのコントみたいにハリボテっぽい建物を作るって経験がなかったんで、絶対できねえよとか思ってたんですよ。でもダメ元でですねチャレンジしてみたんですけど、結果としてチャレンジしてよかったです。やっぱり何事もやってみてですよね。これですね、正面から見ると効果が絶大で、水田のままだったらこんな立体感って出せなかったと思うんですよね。農地転用大成功です。ここまで農地転用のご案内でした。このジオラマでは初めてマンホールの断面を作ってみました。マンホールの断面はこの道路の下に製作します。マンホール予定地の断面のこの矢印の地面をえぐっていきます。トミックス製の強状液車の柱のパーツを半分に割って下に穴を開けてプラパイプを接着します。このプラパイプは多分綿棒の芯だと思います。塗装してジオラマに設置します。ちなみに配管の下には楷書の部分があって、意図的に作ったのか偶然なのかは記憶ないんですけど、楷書があるとやっぱ楽しいですよね。ちなみにこちらの側溝も U 字工で断面を作りました。なおこの地域は下水に関しましては雨水との合流っていうことで設定してますので、このマンホールは混合管のものになります。一方で県道は分流式ということで雨水管と汚水管を分けて作りましたが、画像がないのでこの先の完成編でお楽しみください。地層はカラーパウダーで再現しました。完全に空想なんですけど、いろいろ想像しながら作るって楽しいですよね。それではここからはマンホールの断面や雨水管、汚水管の完成編をお届けします。低位段丘面の新興住宅地へのアクセス道路には合流式の下水管を再現していて、雨水と汚水が一緒に流れるので、道路下には下水管を1本だけ埋め込みました。後にも先にもマンホールの断面を模型化したのはこの時だけなんですけど、また挑戦してみたいです。楷書には沈殿物が見えます。一方で上位段丘面の旧市街地の県道には分流式の汚水管と雨水管を埋設しました。汚水管、雨水管ともに当時も今も知識が多いわけではないので完全に想像で作りますが、このように本当にジオラマの地中に管を埋設して向こう側が見えるように作ったので一人でニヤニヤしてました。地層も完全に想像で作ったんですけど、地下が見えるジオラマは作ってて楽しいので今後も続けていこうと考えています。あとですね、マンホールは埋設管の上に来るように意識して設置しています。そして汚水管には固形物を再現しました。オーバースケールですが、これスケールサイズだと見えないんでこれで OK なんです。最初は妻からそう見えないって言われたんで物を作り直しまして、見えなくもないっていう OK サインが出たんでここに設置しました。この作品で道路の側溝についても全て断面を再現しました。側溝は既成の素材で再現しているので今ならこう作るとかはあったんですけど、そういう制作の編成を見てるのも編集してて楽しかったです。側溝の蓋の下側に地下の側溝を再現していますので当然手間はかかるんですけど、やっぱりこの仕上げ見ると楽しいですよね。初めてこのような断面の工作をしましたが、いろいろと学ぶことが多くてかなり経験値が増えたと思っています。ここまでマンホールの断面などの断面の工作をご案内いたしました。ここからは橋梁の工作をサクッとご紹介します。橋梁の桁の部分はグリーンマックス製の高架橋を使用しました。橋脚はグリーンマックス製の高架下の倉庫店舗の橋脚とプラ板で製作しました。橋梁下部の排水管はプラマル棒を使用して製作しました。初めて排水管の再現をしたのですごく楽しかったです。市街地のある河川右岸側の橋台はグリーンマックス製の石垣とプラ板で製作し、石垣は上部の角度を少し変えています。一方で河川の左岸側はプラ板のみの橋台で製作していまして、あっさり言ってんですけどプラ板工作すごい苦手だったんで、もうこれだけでどれだけ日数がかかったことやら。
それぞれをですねレイアウトに設置したら橋梁が完成になります。完成した橋梁です。今までご紹介してきた河岸段丘の右岸と左岸の上位段丘面同士をこの橋梁で連絡しています。線路配置が単純なエンドレスなのでどうしても単調になりがちなんですけど、ジオラマの中央部を河岸段丘が形成した窪地にして、その窪地を渡るためのこの橋梁があることで単調な中でもさらに単調になりやすい直線の区間にたくさん情報をプラスして、それを感じさせない仕上がりができたんじゃないかなとちょっと個人的には思っております。橋梁の下にはブルーシートとか投棄されたような資材のようなものとか廃車体とか板だか鉄板だかとか、自分ではスーパードライのつもりなんですけど、この銀色ですね、コカ・コーラを意識した空き缶とかを落ちてる空き缶を再現しました。橋梁の部分は道路の電線が支障しますので、ここまでは空中にあった電線がこの電柱で地中に埋設されます。ちなみに全ての街灯も電線を配線しました。地中で橋梁下を通った電線はこの電柱で再び地上に出ます。地上に出た電線は先に続きます。ここにはクロージャーを再現してジオラマ内の全家庭に電線を引きました。ちょっと脱線しちゃうんですけど、自動販売機にも電線を引いてて、考えられるところ全て電化しました。戻ります。橋梁の下から新市街地を撮影したんですけど、こういう画像って新鮮ですよね。あと私、京急のジオラマ以来ゴミ捨て場を再現するのが趣味になりまして、今回もゴミ捨て場とそれだけじゃなくってゴミを捨てる人を再現しました。初めて橋梁の排水管も再現しましたが、やはりあるのとないのでは違いますね。一手間加えることの大切さを学びました。ほんと料理みたいですね。ここまで橋梁のご紹介でした。低位段丘面に造成されたスプロールの新興住宅地にはジオコレの製品の建物を配置します。この当時はまだ建物をスクラッチする経験が少なくて、建物をスクラッチする気には全然なんなくって改造で対応しました。このジオラマの南は画面の手前側になります。こうなると手前側の建物の屋根が北側に傾いているのがお分かりいただけると思うんですね。この建物の屋根掛けを南向きに改造します。建物の上側をカットします。前面だけでなく背面も同様にカットしました。背面の上側を前面の下側に接着し、前面の上側を背面の下側に接着しました。窓はコバル製品に変えるので、くり抜いて裏側を遮光のために黒く塗りました。白いのは加工前の参考画像になりますね。結果としてですね、コバル製の窓を使わなかったです。この先制作動画がなくなってしまいましたので、完成編でお楽しみください。一方でこちらの建物は屋根も南斜面になってますので、簡単に塗装を変更して雨どいをつけたりの消火口で済ませました。こちらも工作中の画像がなくっていきなりビフォーアフターのご紹介になっちゃうんで、完成編をお楽しみください。ジオコレの狭小住宅を改造した住宅2棟が完成しました。まずは屋根掛けの向きを変えた左側の建物からご紹介します。窓の前にはプラ材で作った目隠しを設置しました。そして近年に建てられた建物なので自作の地デジアンテナを設置しました。屋根には雪止め金具と太陽光発電を再現しています。この太陽光発電から住宅までの引き込み線も再現しました。庭にはウッドデッキでティータイムを楽しむご家族とワンちゃんを再現しています。住宅の線路側には設備換気を設置してて、電気温水器やエアコンの室外機、そして電気メーターを設置しました。ジオコレの建物を改造したこの住宅のビフォーアフターをご覧ください。屋根掛けを変えて塗装を変えることでガラッと印象が変わってくれました。屋根掛けの向きを変えるとか今なら絶対やらないと思います。2軒のジオコレの狭小住宅のうちもう1軒の建物をご紹介します。こちらの建物も屋根には太陽光発電を設置してて、こちらも太陽光発電から建物までの配線を再現しています。そしてこちらの住宅も屋根には雪止めを設置しています。また同様に地デジアンテナを設置しました。ベランダには自作の物干しハンガーを設置して洗濯物や布団を干す奥様を再現しました。玄関には目隠しを作って警備会社の加入シールを貼りました。1階の駐車場の奥には
冬タイヤを積んでおいてるんですけど、ちょっと画像では分かりづらいかもしれません。それではこちらの建物もビフォーアフターをご覧いただきます。塗装変更だけの簡単な工作なんですけど、いや全然別の建物になってくれました。ここまでジオコレの建物の改造をお届けしました。現在まで画面左手の併用軌道区間、奥の築堤周辺を万葉線風に工作してきました。コーナー部分も左上は県道と併用軌道、右上は暗渠とテーマが決まり、皆様に制作と完成をご覧いただきました。ここからは残りの2つのコーナーを制作していきます。左手前は当初より注意段丘面に都市公園を作ることを考えていましたので、まずは階段の脇に手すりを設置しました。ちょっと階段の素材を覚えてないんですけど、階段の手すりは手すりの部分がプラマル棒、柱が真鍮による自作になります。斜面の土留めとしてグリーンマックス製の石垣を2段だけ設置して、その上は植栽または草が生い茂ってる、そんな感じにしようと思います。階段の踊り場部分は公園の入り口を作ろうと思っています。最後のこちらのコーナーですが、このコーナーはもうずっと何を作ろうか悩んでたんです。当初は雑木林か都市公園って構想もあったんですけど、いやどっちもしっくりこなくって、せっかく川崎区に住んで京浜工業地帯をウォーキングしていろいろと勉強しましたし、万葉線で重化学工業の工場が似合うかはまあ疑わしいんですけど、能町口周辺ってそんな感じの工場もありますよね。工場敷地にします。段丘街側を少し切り開いてタンクを設置しました。そしてグリーンマックス製の工場関連のパーツを使用して専用線のような雰囲気にしました。画像がなくなってしまいましたので、この先は完成編でお楽しみください。毎回レイアウトを制作するときにコーナー部分の再現をどうするかってすっごく頭を悩ませるんですけど、先ほど制作編でご覧いただいた公園、工場を含めてこの作品で再現した全てのコーナー部分をおさらい含めてご紹介します。まずは都市公園をご案内します。公園にはシーソーを置いて、斜面の下には石垣とフェンスを設置して、その前には側溝を作りました。公園にはカップルがいて、新市街地と旧市街地を結ぶ階段を作りました。この階段は上下の段丘面を結んでて、新興住宅地から旧市街にある学校に登校する子どもたちを再現しています。先に階段を登りきった子が後ろを振り返って、みんなが上がってくるのを待っています。この子はもう少しで上に登りきれそうです。この子も一緒なんでしょうかね。階段の中ほどには公園の入り口があります。この公園は注意段丘面に作られています。公園の入り口にはよく見かける銘板のある壁っていうんですかね、あれを作りました。側溝の蓋はわざと一部外してて、側溝も作ってるんで覗けるようにしています。またグレーチングも再現しました。もう一つのコーナーは工場敷地にしました。ここはずっと何にするか悩んでたんですけど、ご縁あって川崎区に住んでいた時にウォーキングで京浜工業地帯を何度も訪れていましたので、その時に見てきたものを思い出しながらなんとなくで再現しました。なのでこれらの配管が論理的に成立するかは分かりません。線路の内側にあるタンクは基本的に従業員も立ち入り禁止で、ゲートが設置されてて踏切もなく、緊急時の時とかそういう時だけこのゲートを開けて向こうに行くという設定にしました。この向こう側はこのようになっています。タンクを置いて周囲をそれなりに汚していろいろ思い出しながらなんとなくで配管を作りました。この工場エリアの特徴の一つに高圧鉄塔を兼ねたこの河川柱があります。これずっと作りたかったんです。川崎区の臨海地区をモデルにしました。あと工場敷地内にも高低差を再現していまして、このように微妙な段差をつけました。こちら側も高低差を作ってまして、特に角の角は工場内道路にして、その脇によくわからないパイプラインを作ってパイプの断面も再現しました。工場敷地内に駐車場なんでしょうか、それとも昔は何かの施設があったんでしょうか。砂利の敷かれた場所があって、そこと線路の間のフェンスにはツタ植物を作ってみました。こちらのコーナーは先ほどご紹介しました通り、暗渠と暗渠の合流点を再現しています。そしてこちらのコーナーもご紹介しました通り、併用軌道の県道を再現しました。以上で残りのコーナーの完成のご案内とおさらいで、それ以外のコーナーをご紹介しました。
河川の脇のスプロールの住宅街の道路には加藤製品のガードレールを小加工して設置しました。ガードレールにデリネーターが設置されている、そんな光景を再現しました。丸棒をカットして塗装したものを接着したんですけど、このデリネーターの銀色の面とオレンジの面、向きがあることをこの時、しかもですね、設置した後に学んだんですよ。意味ないじゃんってツッコミはなしでお願いします。暗渠と道路の交差部には橋の跡を再現しますので、ガードレールを詰めて上にプラ材を接着して橋の欄干を再現しました。デリネーターをつけたガードレールはこのように再現しました。そして橋の欄干はこのようになりました。こちらは分流の上流側で、こちらが分流の下流側になります。このように周囲のガードレールとはデザインが変わっています。以上でガードレールのご紹介は終了です。この作品では最近の作品と同様に境界杭を設置しています。境界杭は最後の仕上げの段階でレイアウトに設置しました。境界杭の制作方法は別動画にしましたので、よろしければご参照ください。残りの空き地を埋めたり細かい工作をすれば、いよいよレイアウトの完成になります。以上で制作編は終了となります。このレイアウトはかなりの数の境界杭を設置しました。万葉線との境界や道路と私有地の境界にも設置しました。万葉線と工場の敷地の境界にも境界杭を設置しました。水路との境界にも設置しました。以上で境界杭のご紹介は終了です。7年がかりの制作期間を経て完成したレイアウトをご覧ください。レイアウトを一周します。併用軌道区間は旧市街地になっていて、2軒の建物を再現しています。旧市街地なので建物は昭和40から50年代に建て替えられたっていう設定のこちらの住宅はトミックス製品を切り詰めました。初めて屋根の雪止めを工作したのもこの作品でした。屋根にはテレビアンテナを設置しました。こちらは昔からの家なので古いタイプのアンテナを設置してて、アンテナを支える視線も再現しました。こういうのって楽しいです。建物と塀の間には覚えてる限りの話なんですけど、左からガスメーター、日本のプロパンガスなんです。ボイラー、オイルタンク、ここちょっと覚えてないんですけど、見えないんですけどいろいろ置いたんですよ。そして冬タイヤ、多分一般的には銀色の袋とかビニール袋に入れるんですけど、この方が分かりやすいのでこのまま置いています。住宅の脇には駐車場を再現しました。駐車場の屋根は雪国で近年見られる梁がトラスになっているものを自作しました。近年に駐車場の屋根を新設したという設定です。河岸段丘の制作編でもお話ししましたが、この住宅は旧市街地の中でも相当古い時代に土留めが作られていて、現在の建築基準法では認められていない玉石積みの石垣になってて、さらにダブルで現在の建築基準法では認められていないブロックの土留めを再現しました。この土留めをジオラマに設置した時は確かにここがグラインドラインだったんですけど、穴の開いたブロックは土留めではなかったんですね。でも工作が進むうちに気がついたらグランドラインが上がっちゃってて、もう穴の開いたブロックが土留めになっているという、もうかなり荒れな土留めができちゃって、かえって逆にですね、すっげえ満足してます。そして近年にこの土留めは耐震補強がされたということで金属プレートを模型化しました。もうこういうの楽しいんですよ。住宅は生活感を演出することに力を入れました。建物の1階の窓には障子を再現し、その外にはプランターを置きました。2階の窓は布で再現したカーテンを設置して、屋根のテレビアンテナから住宅への引き込み線も設置してます。また雨どいも設置しています。庭には物干しと洗濯物、そして洗濯物を干す女性を再現しました。また車から荷物を取ろうとするこの家のおじさんや、おじさんの脇にはビールケース、ちょっと分かりづらいんで角度を変えますね。ビールケース、こちらはゴミバケツで中にはゴミを自作して入れてみました。こちらには薄いマスを再現していて、エアコンの室外機を設置しました。隣の敷地は空き地にするか建物を建てるかで迷っていましたが、可動性の交番があったのでそれを設置しました。とはいえこの建物はもう交番ではなく元交番という設定です。
この交番は近年に新築移転して、今では防犯のために夜間には照明をつけているという設定にしました。そのため正面はポールとロープでバリケードされています。建物の脇には木材を立てかけてみました。ここまで旧市街地のご案内でした。橋梁の下には畑を再現しましたので、最後にこの畑をご紹介します。畑は道路や河川の護岸より少し盛り土されています。このように畑の道路側には H 鋼と H 鋼に挟まれたコンクリートの土留めを再現しました。これは京急のゴミ屋敷のジオラマで再現した土留めで作ったものをまた作ってみたものです。橋の周りにはイノシシなどの獣対策のネットを初めて再現しました。そして鳥よけの空き缶も作ってみました。また作物の支柱も作りました。この時の経験を生かしてモデラーの愛樹さんとの合作の第三利根川橋梁でもネット空き缶を再現しました。ここまで畑のご案内でした。ここからは夜景をご案内いたします。やっぱり夜景は楽しいですよね。公園の照明は電球色になっています。街灯も要所要所に設置しました。特に併用軌道でもある県道の区間は明るくなるようにしました。建物は電気のついている部屋とついてない部屋を作りました。工場の建物も点灯する場所と消灯している場所をニヤニヤしながら工作しました。また工場の脇の道路の街灯が照らす道路も幻想的になってくれました。工場の照明が暗渠や河川を照らしてくれます。個人的にはこの工場の夜景が一番のお気に入りで、ライトアップされた配管類がとてもいい雰囲気です。雰囲気がいい感じになるように照明の位置は何度も調整しました。パイプラインがライトアップされているのも幻想的です。以上で夜景のご案内は終了です。ここからはレイアウトを走る万葉線の走行動画をお楽しみください。音声がない方が皆様も楽しみやすいと思いますので、音声解説はここまでで終了となります。今回もここまでご覧くださいまして誠にありがとうございました。この先も走行動画でお楽しみください。また次の機会にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ここでお知らせです。ジオラマ制作担当の私アトリエ森次がオーダーメイドのジオラマ制作を始めました。詳しくは概要欄をご参照ください。